皆さん、こんにちは。今回は、1ヶ月前に発芽したもみじと、1年前に発芽したもみじをご紹介いたします。もみじを種から育てた場合の参考にしていただけたら幸いです。ちなみに、このように植木鉢やビニールポットで育てるより、直接地面に植えた方が倍以上の大きさになると思います。これは、今年の3月下旬頃から4月の上旬頃にかけて発芽したイロハモミジです。発芽率は 17% でした。今年はこれ以外はすべて発芽せず、失敗したと思っていたのですが、4月20日頃から別のもみじが発芽してきました。これらのもみじは遅れて発芽したもので山もみじになります。木八条という園芸品種の種から発芽したのですが、葉っぱの色や形が様々です。発芽率は 7% でした。私の住んでいるのは関東地方ですが、今までもみじはだいたい3月初旬から下旬頃に発芽していたので、まさか4月中旬以降に発芽するとは思いませんでした。こちらは1年前の4月に発芽したコハウチワカエデです。コハウチワカエデっぽくない感じの雰囲気ですが、コハウチワカエデから採取した種が発芽したもので間違えてはいないと思います。もしかしたら、コハウチワカエデが他のモミジと交配したモミジという可能性もあるかもしれません。こちらは発芽して1年経つ山モミジです。他のモミジもそうですが、だいたい3年くらい経たないと、そのモミジ本来の形がはっきりしないことが多いように思います。山もみじはイロハモミジと似ていますが、何年か経つと幹肌がイロハモミジよりも古い雰囲気が出る、いわゆる古木感が出る個体が多いので、盆栽によく使われるのではないかと思われます。ただ、葉っぱが初めから小さめな品種は、ほとんどイロハモミジ系だと思います。盆栽を作る場合、その葉っぱの小さいイロハモミジ系の織姫や清姫などを選ぶか、幹肌の古木感を出すために山もみじを選ぶかという選択になるのではないかと思われます。こちらの赤い一本は大もみじです。ちなみに大もみじも幹肌も早く古木感というのが出ますが、盆栽に使われていることがあまりありません。葉っぱがやや大きいという理由で、盆栽にはミスマッチと思われているのかもしれません。この1年前に発芽したもみじは、育てている間に枯れたりして、半分くらいになりました。これらも、自宅で採取した種から発芽したものですが、発芽率は悪かったです。やはり、自然が多いところにある、もみじの大木から採取した種の方が発芽率は高いと思われます。ご視聴いただき、ありがとうございました。